真ん中から開けごま、下からがっしり。アイス麺、手がめっちゃ冷たいねんけど。冷たいだけで喜べる40代日本人男性。だいたい赤く染まってきた。これぐらいの色になったら食べ頃やろ。そのまま掴む。ビニール手袋での一口。しっかりとお刺身の食感が入ってくる。ここからが開始の合図。ウルフェの赤い波に飛び込んでいく。ザッパン。もう染まってないのは俺のシャツだけと言わんばかりに、感じのそうめんを一気にすすっていく。韓国ソウル、地下鉄シンドリン駅。着いた。何回来ても地下で迷ってしまうほど乗り換えが難しい駅。さて、今日行くところはこっち。今日の料理はこれからの夏にぴったり。海パンに履き替えてきた方が良かったかなとか言いながら、シンドリンの街をこちわさびが今日も行く。駅を出たらこれが書いてある。ブロードウェイではなくグロのブロードウェイ。これは駅前にオペラハウスがあるからかな。アメリカ行ったりオーストラリアに行ったり忙しい。と言ってもここはソウルのグログ。駅前が忙しすぎる。なんなんこの子たちは。スカイドーム、コチョクスカイドームのことか。胸にはしっかりグロのアピールの嵐に俺は完全に巻き込まれてる。とにかく駅を出てまっすぐ歩いていく。これは何？マレーシアの国旗の横に南クチン。調べてみたらクチンはマレーシアの都市の名前みたいやけど、これはあれかな？カンナムの方にあるテヘラン路みたいな感じ？全くマレーシア感ないねんけど。とは言ってもこの辺は国際料理文化通りとなっている。今日のお店はこの通りとは全く関係ないので、容赦なく素通り。パスポートが必要そうな場所はスルー。ここを右に曲がると、国際色とは一切関係ない地元の雰囲気ムンムンのお店に到着してしまう。着いたー。早くもこしったもっきまげと塩ネギの虫軍パロイゴだ。今日のお店はパンヨンスさん。こういう佇まいのお店大好物やねんけど、刺身屋さんらしく店頭にはお魚さんたちが泳いでる。パクパクしてるわ。そして今一番パクパクしてるのは間違いなく俺の口や。今からでも海パン履いてこようかな。後悔を抱えながら入店です。このお店、外にも席があるから今日はここで食べることにした。海は見えない。でも気持ちはすでに海辺や。こちらのメニュー、ムルフェ、活魚、海産物と分かれている。ただ今日の目的は言うまでもなくムルフェや。3種類書かれてる。セコシムルフェ、ヘムルムルフェ、パンはムルフェ。早速注文していこう。 밖에서 드신다고요? 예, 괜찮습니다. まだ今日はそこまで暑くないからここで食べさせていただく。 그럼 주문해도 돼요? 예. 강어물회 하나 주시고요. 그리고 진로 한 변 주세요. 예. 社長さんとても親切な方できた。今日はこいつがパラソル代わりぐる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 。ザッパーンが聞こえてくるでローリング。瓶がパラソルやったらグラスはビーチチェアや。そしてこの透明の日焼け止めを遠慮なく全身に塗りたぐる。本日1杯目。サンプロテクションファクター SPF。 影を見て焼けぬよういく膝かり。
ありがとうございます。ニンニク、人参、唐辛子、もやしスープに抹茶、チヂミ、焼き魚までおかずとして運ばれてきた。まず俺が気になったのはこいつ。もやしスープも氷入り。おい、一足先にここに飛び込まんとあかんな。スプーンを持ち上げた以上、まずは一口すする。ガマちゃんの後味をすっきりとさせてくれる。正直スプーン小さすぎる。器から直接流し込む。邪気が体から出ていく。そこにもやしを追加。冷たいからえらい食べやすいわ。と言ってもムルフェが到着するとこいつの存在忘れがちになりそうやから、今のうちに堪能していく。そうそう、このチヂミも温かいうちに食べておく。冷たいものを入れると温かいものも入れたくなる。そんなわがまま胃袋に出発進行。サクッとした表面にもちっとした中身、この二面性がずるい。ムルフェはもう少しかかりそうやから一通りおかずをむさぼる。これもこんがりと焼かれてるけど中は真っ白な身。日焼け止めここでも必要かもな。 UV 対策はいくらあってもええからな。だって魚は水のあるところを泳ぐんやから。グイッとザッパーン。勢いよく旨味が流れ出したところで向こうの方から社長が自ら持ってきてくれた。あかん、もっと真っ白に日焼け止め塗らなあかんやんけ。ムルフェといえばこのそうめん、一緒に運ばれてきた。てかこの大きさ、俺が1歳やったらこれはもう浴槽やで。めちゃくちゃ大きくない？ビニール手袋を装着。本当は社長さんが目の前で混ぜてくれる。今回は大人の事情でインサート必要やったから俺がすることにした。真ん中から開けごま。ほんまにごまは振りかけられてるけど下からがっしり。アイス麺、手がめっちゃ冷たいねんけど。冷たいだけで喜べる40代日本人男性。中に隠れた野菜類もまんべんなく混ぜていく。やっぱり海パン必要やったな。指先から感じるひんやり感。めっちゃ喜んでるやん。だいたい赤く染まってきた。これぐらいの色になったら食べ頃やろ。ってことでちょっと裏技。ビニール手袋つけてるしそのまま掴む。このまま一口食べていこう。大人の事情から生まれたビニール手袋での一口。適当に掴んだのにもかかわらずしっかりとお刺身の食感が入ってくる。プリップリ。しかもこの冷たさでお刺身の身も締まって歯ごたえが最高や。本格的にお仕事が始まるガマちゃん。ここからが開始の合図。ムルフェの赤い波に飛び込んでいく。上品なお刺身というタイプではない。でもこの値段で入る量ではないぐらい身が結構入ってる。もちろん野菜も一緒に。あ、さっきまで白かった野菜のように俺も赤く染まってしまうかも。エプロン後ろにあったんかい。ここまで持ち上げてるしな。目の前にあったら我慢は禁物。この甘酸っぱさはこれからの暑さにぴったりよね。ムルフェの好きなところはこの酸っぱさやから。ここは甘さと酸っぱさのバランスがええんよね。ということで遅ればせながらの鎧装着。普通の服で戦場に出てしまったら矢が刺さって血も出てしまう。ちなみにこんなに赤く見えるけど甘さと酸っぱさが強いから辛さは全く感じない。感じてるのはこのヒラメの心意気だけ。宝探しを始めてた俺はお刺身を集めていた。すぐ横でさばいてくれてはったから新鮮そのもののヒラメ。弾力があって噛み応えがあるのはもちろん、噛んでるともちっとさも感じる。コリプチもち。そしてそれをもっと活かしてくれる野菜たち。キャベツの他にもサンチュやエゴマの葉っぱ、
そのシャキシャキさがヒラメ三段活用をしっかりと支えてくれている。ふと手が伸びるチヂミ。もともと歯は冷たいのしみひんねんけど、歯を通り越してほっぺがひんやり。チヂミで温度調節、制御室がしっかり機能している。そして繰り返される容赦のない酸味の津波。その輪に混ぜてほしいのか、いきなり俺の目に飛び込んでくる。刺身屋では9割強出てくる生人参。それをまっちゃんにたっぷりつけ、俺はうまになる。活魚の刺身をこのまっちゃんにつけてもうまいけど、人参の音が目覚ましいアラーム。アラームで起床した俺は再び海に潜る。1ヒラメ、酸素ボンベの音が響く。2ヒラメ、浮き上がるにはまだ早い。水深5センチメートルから引き上げた。3ヒラメ、次は陸に上がってニンニク、まっちゃんにつける。合体。この唐辛子ももったいないから上からかぶせてあげる。日差しが強いからな。一気にリールを巻いていく。こうなったらガマちゃんも道連れや。視線はヒラメ、オールックゲロゲロと言っても控えめの鳴き声。このグロクでこんな顔で刺身食ってる人間は俺しかおらん。しかも道端で3ヒラメを目の前に腕が傾く。俺はサメか。そんな勢いで入っていった3ヒラメはニンニクの香りに包まれてこの笑顔。すぐさま中のスープも。これだけで正直グラス傾けることができる。ガマもこの中で平泳ぎ。おい、いつ入れんねんと思ってる気の短い食。ご安心を。分かってるから焦らんといて。このパターンもそのパターンもやりたい俺やからさ。そうめん、ここで登場ですやん。ムルフェといえば重要人物のこいつ。上から落としてあげる。ザッパン。正直俺は一人で食べてるからさ、そうめんをお皿に取り分けて上からかけて食べるっていうのがスタンダードやろな。さっきドスッと着水してたけど、意外にもすぐほぐれたそうめん。こいつも冷たい赤い大海原に飛び込んだ。もう染まってないのは俺のシャツだけと言わんばかりに、ええ感じのそうめんを一気にすすっていく。取りすぎ入れすぎは平常運転。味が気持ちいい。このそうめんもヒラメと同じくボウルの中の冷たさで締まった弾力と歯ごたえ。でも時間が経っていくとそれが変わっていく。もちもちとスープが絡んで濃厚になる。このスープを飲ませるためのそうめんになる。飲ませるのはスープだけではない。俺を飲ませるためにガマちゃんもずっと鳴き声を響かせている。汁物でいっぱいとはこういうこと。主人公が変わったというか、物語が変わったというか、世代交代したというか、気づかないうちにスポットライトが動いてた。これがムルフェの醍醐味。そろそろクライマックスへのカウントダウン。焼き魚をパクる。やはり魚は残されへんよね。まだほんのり温かさの残るこいつをかじっていく。渋い隠し玉やね。この塩気が最後に心にしみる。うまい。考古学的な発掘作業が俺の礼儀である。そして口に残ったかすかな塩気も甘酸っぱさに変えた時、今日最初の方に言ってた言葉が頭をかすめる。目線がひょっこり。ムルフェが到着してからというもの、存在感が完全に忍者になってた。スープまで全部飲んだらお腹タプタプで体浮いてまうから、もやしだけを平らげていく。これがラストそうめん。ヒラメと一緒に海を渡り、そうめんまでたどり着いた。正直ポハントがソッチョまで足を伸ばしてムルフェ食べんのが一番ええんやろうけど、ソウルの一角で都会の風に吹かれながら食べるムルフェも悪くない。外っていうのもええよね。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。こののっぽの雰囲気最高やね。だから最後の一滴まで。今年の夏もムルフェとこの一杯がほてった体を冷ましてくれるはず。
本日最後の一杯。マッチャンゴは甘酸っぱさを入れていく。あんなに山盛りやったヒラメも赤い海も全部俺の中に消えていった。俺浮いてるかもしれん。シンドリン駅から徒歩10分ほどの距離にあるムンフェが主役の刺身屋さん。ちなみに店内とは違ってテラス席は席たくさんないから早い者勝ちやで。大きなボウルの中に豪快に盛られた刺身と食欲をよみがえらせてくれる甘酸っぱいスープ。いやー大満足や。帰り際、えらいリアルな鶏のイラスト。写真かと思った。このタイミングでこれに出会ったということは次回はお前なんか。駅前のオペラハウス。門干しにして今年の夏はオペラでも歌える体を作っていかなあかん。そんなことしたら今と同じようにお客さんゼロやわなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイもう済んだ。